はい、皆さんこんにちは。クエストの大村です。今日はですね、なぜ中学準備をした方がいいのかということについてお話ししたいと思います。なんだか宣伝臭いなと思った人、ちょっと待ってください。これ、ちゃんとした理由があります。で、うちも中学準備講座っていうのをやってるんですけど、中学1年生の勉強を見るときにいつも思うことなんですけど、だいたいみんな中1の2学期ぐらいでつまずき始めるんですね。で、この時期に相談に来る人めちゃめちゃ多いんですけど、その段階でもう差がすごいね、他の子と離れちゃって、で、その差を詰めるっていうのは、なかなかしんどいです。もちろんできますよ。できますけど、つまずきの、目をちゃんと積んで、離されずについてこれた子と比べると、その段階ですごい引き離されちゃった子って、その追いつくのにものすごい労力がいるんですよ。だから、もうここでつまずくって分かってるんだから、もうちょっと先に準備しといたらよかったのになっていうのをいつも思うんです。で、この中学1年生の2学期でみんな大体つまずくんで、これを、中1、2学期の壁と勝手に呼んでます。勝手に呼んでますけど、でもネット上で検索しても、それを指摘している人は結構多いです。その中1の2学期にどんなところでつまずくかというと、まず一つは理科ですね。理科で、濃度が出てきます。で、濃度が出てきたときに、濃度の公式ね、覚えたりするんですけど、それをね、暗記だけに頼っちゃって、ね、分母と分子間違えちゃったとか、ここで100をかける意味がわからないとか、あとは食塩水と食塩水を混ぜたり、蒸発させたり、水足したりっていうのをするときにどういうふうに式を立てたらいいかわかんないっていうふうになります。で、ここのつまずきの原因は、はっきりしてて、割合をちゃんと理解していないというのが、この辺のつまずきのポイントです。割合と、あとは単位あたりの量ですね。密度とかも出てくるんで、割合と単位あたりの量を、ちゃんと理解できてない人は、理科で、中1の2学期で必ずやられます。で、他の教科は、あと数学ですね、数学。数学、まずもう中1の初っ端から、結構大きな変化があります。小学校まではその小数を使って計算したりっていうのが多かったですけど、中学校に入ると、基本的に分数でやってねっていうふうに言われるんですね。で、もうその段階で、分数の、計算とかその分数の、仕組み理屈が分かってない人っていうのはその段階でも苦労するんですけど、それが2学期になると、方程式の文章題と、あと比例の式っていうのが出てくるんで、もうここでもうわけわかんなくなっちゃうんですね。で、ここでつまずく原因っていうのは、まず一つは、文章を読んで式を立てられないっていうことと、で、これは小学校に原因が、全部あるっていうわけじゃないんですけど、小学校6年生の時に、これ、比例反比例出てきて、で、関数の考え方っていうのを、関数という言葉は使ってないけど、実はちょっとやってます。で、そこが理解できてない人が、やっぱりここでつまずく。で、あと、英語ですね。英語。英語は、中1の1学期ははっきり言って楽勝です。もうテストでね、アルファベットを書くとか、ね、This is a pen みたいな超簡単な、英文を書いてるだけでもう90点とか取れちゃうんで、中1学期はもう楽勝なんですけど、それが中1の2学期ぐらいに入ってくると、まず教科書の文章のボリュームがドーンと増えるんですよ。で、そんなにまだ詳しく文法は、やってない段階ですけど、いろんなパターンのこの、文章をだいぶもう覚えていっているっていう前提で、結構文章らしい文章が、出てくるようになるっていうのがこの中1の2学期で起こります。そうすると、
英語のルールを理解できてない、読めないっていうのはもちろんあるんですけど、その文章らしい文章が出てくるんで、単語の量も増えます。で、単語の量が増えると、綴りを覚えられないっていう悩みをだいたいやっぱりこの中1の2学期ぐらいによく聞くようになります。で、綴りをちゃんと覚えられないのもちゃんと理由があって、その綴りを一文字ずつ覚えてるせいで覚えられないんですよ。英単語の綴りと発音のルール、間にはルールがあって、で、そのルールを理解してる子は、ルール通りの単語はもう楽勝で書ける。で、そのルール通りにいかない例外的なやつ、そのウェンズデーとかね、そういう単語を覚えるだけで、もう単語全部楽勝で書けるっていう状態になるんですけど、そこを分かってない子は、ここら辺で単語が覚えられなくなってくるっていうのがあります。で、あとはその文法ですけど、主語、述語、目的語、保護っていうのがまだ何なのかもよく分かってないうちに、疑問詞を使った疑問文、特殊疑問文って言いますけど、特殊疑問文が出てきたり、ね、いきなり、ね、今まで動詞は文に1個だけだよって言われてたのに、いきなり、be 動詞プラス ing の現在進行形が出てきたり、あと to 不定詞ですね。to 不定詞とか、あとは助動詞とか過去形とかも出てきます。過去形もありましたね。過去形。文法用語がよくわかってないうちに、こういうややこしい文法が出てくるんで、その面でも、ここで分かっている人と分かってない人で一気に差がつきます。それに対しての準備として、中学準備では、フォニックスをマスターしておくということと、文法用語、文法の概念を、理解しておくということが、中学校1年生に上がってからの勉強を非常に楽にします。1年生の1学期の時はね、そんなに、大したことはないんですけど、2学期以降ね、文法がややこしくなってくるときに、つまずかずに済むようになります。で、地味につまずきの原因になるのが漢字です。特にですね、漢字を書けないということと、あとはその漢字の訓読みを、覚えていないということが、ネックになることがあります。どういうことかと言いますと、まず書けないっていうのは、特に社会科で、ちょっとここは、点を失う大きな原因に、なってしまうというのは、想像できると思いますけど、それがね、結構だからその漢字が全然身についてないような生徒さんは、せっかく覚えてもそれで点引かれちゃうとかっていうことにも、なります。で、社会科は問題の数が多いんで、1問あたりの配点が少ないことが多いんですね。だからその配点が少ない状態で、漢字ミスで1点減っちゃうと、もう2点の問題だと半分失ってしまうわけなんですよ。だから結構、漢字が書けないっていうのも、一個、大きい、そのつまずきの原因になります。それから、漢字の訓読みを覚えていないっていうことは、直接その漢字の訓読みを問われた時にどうのこうのということではなくて、自分の知らない熟語が文章中に出てきた時に、漢字の訓読みを知ってると、その熟語の意味を推測できます。だからその訓読みしっかり覚えている子だと、知らない単語が文章中にいっぱいあっても、結構突っかからずに読むことができたりするんですけど、それがね、その知らない、語彙の意味の推測ができない子は、長文問題とかやってる時に知らない熟語が出てきたりした時にそこで突っかえちゃって、読むのに時間がかかったり、回答する時間が足りなくなってしまったりっていうことがあります。はい。で、それを防ぐためには、やっぱり繰り返しになっちゃいますけど、漢字の、書きと訓読みを、少なくとも小学校範囲のものはもう、完璧にしておくというのが、一つ有効な準備になるかと思います。ということで、今日は中学準備がなぜ必要か、中学に上がった時にどんなところでつまずくか、
ということについてお話をしました。最後宣伝ですけど、うちの中学準備講座は、そのつまずきのねポイントをあらかじめ、押さえておいて、つまずきの芽を摘むように設計されております。はい。ご興味のある方はぜひ、オンラインでも、教室でも受講できますので、ぜひちょっとね、体験がてら教室に来ていただいてもいいですし、問い合わせもお待ちしております。